石灯籠って、もともとは、飛鳥時代に、仏教が日本、朝鮮半島から日本に入ってくるんだけど、その時に寺院の建築と、そして、石灯籠も一緒に入ってくる、先ほど見てもらった、鎌倉時代の灯籠、バラすと、こういう状態になります。これは、当鮮で作ったもんやけどね。ただ、こういう風に、柱の部分には、しっかり補助が入ってて、上下に、が出てて、ほんで、これは下台って言って、一番下の台になるんやけども、その部分にこういう補助を開けて、そこに補助が入ることによって、地震でもくっきないようになってる。立ってしまうとわからへんねんけどね。で、こういうのが本来の、日本の石灯籠の、様式やね。で、それがだんだん時代が若くなるに従ってっていうのは、こちらに来るに従って、補助の部分、そういう見えない部分が、省略されていって、それで地震の時とかに灯籠がこけるっていうのは、実はその補助がないからこけるやん。当店の場合はその鎌倉時代の灯籠を目指してやっぱり作っていくんで、その中の黄身の内側に関してもしっかり補助を作って、で、表面も、あんまり過敏にせずに、いわゆる灯籠本来の、様式を守って作っていく灯籠っていうのは、自社では常に、仏さんに向かって、火を上げるもんでやってんけども、桃山時代以降、庭園内に、石灯籠が入ってくることになって、で、それを庭園内に、石造品を持ち込んだのは、いわゆる千利休が持ち込んだって言われてて、で、ちょうど庭園内の、手水鉢に、光を当てるためと、まずは持ち込まれてる、灯籠は。で、あと、各、石造別品って言われるもの、石造の塔であったりとか、宝鏡院塔、宝塔とか、そういういろんな種類があるんやけども、そういうパーツを、用いて、手水鉢として、利用されることも行われて、で、それがずっと現代まで今続いてる形でね。例えば、桂離宮のそういう大きな庭園になると、回遊式でずっと歩いていくときに、道明かりとして灯籠が利用されて、で現在でも京都迎賓館とかは電気の照明ではなくて、油を入れて、で、送信で、明かりを灯しられるって聞いてます。はい。うちに来はったんが昭和の30年頃に来られたんですね。ちょうどその時にパリのユネスコ本部の庭園をイサム・ノグチが受けることになって、その時に本当はそもそも日本庭園を学びたいっていうことで、その頃東京で魯山人っていう陶器でも料理人としても有名な方おられましたけど、その方に相談されたら、京都に重森美玲っていう作家がいるっていうことで紹介してもらって、ほんで京都に来て、で美玲先生のところにご支援があって、それで日本庭園に関することを学んでいかはんですよね。で、そのうちに京都にずっといるようになると、やっぱり京都に活動拠点が欲しいっていうことになって、で、イサム・ノグチの作品の制作の協力をやっていくようになる。イサム・ノグチ自体はそんなに仕事をやるわけではなくて、細かいところ若干は手入れはったりはしはったみたいやけども、ほとんどはうちの方の、うちの親父とかまだその頃は職人やったし、ほぼ完成直前ぐらいまでは作ったんで、下森さんのその医師関係の仕事の時には、すべてうちの方に仕事もらってたし、で、赤道別品、赤道別品っていわゆる灯籠とか、お茶室の設計されたんで、それにはほら、灯籠とか、つくばいとか必要になるんで、そういうものはうちの方から
でも入れてね。うん。いわゆるうちはもともとそういう灯籠とか蝶々とか、そういう庭園に置くものがを中心に作ってんねんけどね。ただ、だんだんと最近はこう、室内でもこう、置けるものっていう需要はちょっとあったりするんで、ちょっと何点か作ったものかな。で、奈良時代にできた塔の傘やね、これ。で、時代が経ってこんなに育ててるんだけども、で、それを今、修復と合わせて、こう、倒れないように、歩道で、これは今、歩道穴を掘ってるときに、これできるだけやったら別に、平らな面作るだけやったら3年から5年もあれば十分できるようになるんやけど、ただ、実際にこう、曲線部分とか花とかを打とうと思うと、やっぱりいいもん見て、で、自分で美意識を高めて吸収していかんとできひんので、それができるようになるのはやっぱり10年や15年ぐらいやっぱりかかってくる必要かな。まあ、うちはこれ手で作ってるけど、他のところは大体コンプレッサー機のそれでこう削っていくのは普通で、結局ほら、2分製に収めるものを作るのが中心なんで、そうすると、機械で作ったもんやと、苔が乗った時に、汚れに見えるところが、こういう風にのみで、作ったもんやと、その苔が乗った時に、それがほら、苔の美しさが光ってきて、ここの会社に勤めて19年ぐらいになります。伝統工芸を教える学校があって、それを扱ってるテレビ番組だったんですけれども、そこに先代の親方が出てて、それでこの石の仕事を知って興味を持って始めました。なんとなくできてきたなっていうのは10年とかそれ以降形作っていく上でいろいろ彫刻なんかもしていくんですけども、前はただなんとなくその形にはできてたんですけど、だんだんそれがこの何ていうんですか、生命の力というか、そういうふうなこの生き生きした感じの表現が少しずつできるようになってきたかなっていうのは楽しさの一つですね。種類によってもいろんなそれぞれの特徴があるって言っても面白いですし、水に濡れて表情が変わるところも面白いですし、時間が経って表情が変わるところも面白いし、いろいろ楽しめるっていうのがあるかなっていうふうに思いますね。やっぱり灯籠だったり蝶々鉢だったりすると、なかなか一般の人が実際に自分の家に置くとかっていうのはなかなか難しいものであるので、石の面白さだったりっていうのをいろんな人に身近に感じてもらうために手に取れるような小さなものを作って石の良さをいろんな人に知ってもらいたいっていうのがきっかけですね。今の生活でも使えるものっていうのはやっぱりありますね。お花をちょっと生けたりとか、ちょっと香りのするものを置いてみたりとか、自分の好きな小物を置ける入れ物だったりとか、そういうふうに自然と生活に潤いが出るような、その手助けになるようなものを作ろうというふうには心がけていますね。金槌で、石屋だと石刀って言うんですけども、あとこれがのみで、これをこうカンカン打って石を削っていきます。で、石刀も重さがいろいろあって、細かい作業の時は小さい石刀、普通にしっかり外す時は大きな石刀と使い分けてます。それでこの石刀の絵も自分でそれぞれ職人が自分のものは自分で作ります。で、使っていくとだんだんこの絵が自分の手の形にすり減っていって、持ちやすいというか手にフィットするようになっていきます。これは石に線を描く道具なんですけれども、墨差しと墨壺って言います。一応竹でできてるんですけれども、中は水と墨汁を染ませたものがあって、これでこう
線を引いてきます。これもそれぞれ職人が自分で作ります。